皆さん、一人でご飯食べたことありますか？ラーメン、牛丼、回転寿司、正直何も考えず帰れますよね。でもこれ、韓国だと勇気がいる行動なんです。店によっては追い出されることもあります。だから韓国人が固まります。一人で入っていいの？店員さん、何も言わない。怖いって韓国人から見たら、日本の日常生活あるある7選。韓国で19年、日本で9年暮らしてきた僕が解説してみます。皆さんが気づいていない日本文化と韓国の裏事情を解説していきますね。まず一つ目、一人でご飯を食べる件です。日本に来て韓国人まずここでフリーズします。さっきも言ったんですけど、ラーメンや牛丼や回転寿司、もう一人から入れる前提で席配置もされてますよね。カウンター、仕切り、タブレット注文、昼でも夜でも20代、30代でも70代でも男女関係なく誰も気にしないってことありますよね。これ韓国だと違うんですよ。焼肉、鍋、チキン、基本2人以上で食べてください。一人でご飯食べるんですか？無理です。出てください。みたいな、極端なところは断られる場合もあります。焼肉のお店だと、周りからの視線がきつい場合もあります。一人どうしたのっていう、寂しい人なのみたいな空気があるんですね。これですね、韓国だと会食は人間関係を深める場所としても意識があるからです。日本だと、食事は栄養を補給する、回復するだと思うんですけれども、韓国はそれに食事は関係を構築するもの、時間を共有しているものっていう側面があるんですね。だから、昼ご飯の時間になったら、みんな一緒にご飯を食べに行って、雑談して、仲良くなるみたいなことがあるんですね。だから、韓国人が日本に来ると、ご飯って普通に一人でみんな食べてるんだ、みたいなことを思います。二つ目、多数に厳しい点です。日本に来て韓国人が次に戸惑うことはですね、タトゥー入ってると温泉ダメなのという瞬間です。日本では温泉、ジム、プール、今でも入場自体できないところ普通にありますよね。というのも反射のイメージ残ってるじゃないですか。見せない配慮するのが当たり前という空気がありますよね。一歩韓国で若者文化でかなり寛容です。K-POP アイドルとかラッパーとか俳優とかテレビや SNS でタトゥーは完全にもう一般化しました。僕やってないんですけどね。ちょっとおしゃれにしたいって方々は、多通している場合もあるというイメージです。特になんか小さなワンポイント、これぐらいだったら問題にならないことすらよくあります。そもそも温泉文化っていうところだったりとか、公共でなんかみんななんか裸を見せ合う文化というか、っていうのも、日本に比べると少ないからこそ、衝突する場面自体も少ないんですね。ただし、年配層は今でも否定的な人が多いというのは事実だと思います。だから日本は公共空間の安心感、他の人への気配りを優先視するから、多通禁止ですってなってるけど、韓国では自己表現してもいいよ風気があるから、より、広く受け入れられたのではないかというふうに思っております。3つ目、自転車がインフラな件です。日本に来てこれ地味に衝撃なんですね。生活の足として自転車なんだと。通勤、通学、買い物、駅まで15分、スーパーまで10分、ちょっと歩くには微妙だな。じゃあ自転車で行こうってなりますよね。しかもですね、日本にはママチャリもありますよね。子供乗せて、カゴついていて、雨の日でも普通に走る人すらいます。ママチャリまず韓国ないんですね。そして韓国で自転車というのは、運動かレジャーという意味合いが強いです。移動はバス、地下鉄、車が中心なんですね。理由ははっきりしていて、まず坂多いです。ソウルですら、皆さん行ってみたらわかるんですけども、坂多いんですね。で、道路広いし、車優先の都市設計になっているから、どうせ遠くまで行かない、行くとしたら車乗ってるっしょ。ちょっとめんどくさかったらタクシー乗るでしょ。あと、歩いていくっしょ、みたいな感じですね。だから、自転車をなんか中途半端な距離に使うという感覚がなくて、ママチャリっていうのはさらになくて、でも日本に来たらなんか皆さん、自分の足みたいにママチャリとか普通に乗ってるから驚くわけです。4番目、エレベーターで押してあげがちな件です。これも戸惑いますよね。このエレベーターの中でも静かな連携です。日本ではですね、この操作バンド一番近い人がもうほぼ反射的にみんな降りるまでボタンを押したりとか、何回ですかって聞いてボタンを押してあげたりとかしますよね。もう皆さん気づいたら、この人が押す人、この人は降りる人みたいな役割分担決まってますよね。で、一方、韓国ですね、個人戦的な感覚があります。みんな自分の降りたい階を押す。その階になったらもう自動で降りる。その押してあげるっていう感覚が、もちろんいるんですけども、日本よりは確率が低いんですね。これももちろん理由があって、というのも韓国のエレベーター、この空いてる時間むちゃくちゃ長いわけなんですね。でも韓国人パリパリだからもうむしろそこにイライラしてる状態。
長いっていうことみんな知ってるから、どうせ押してあげなくてもみんな降りるまで空いてるっしょみたいな、お互い認知している前提なんですね。もちろん、急いで乗ろうとしたらとか、ちょっと時間足りないなってなったら、もうちゃんと開けてくれると思うんですね。だからもう日本は察して先回りする配慮。韓国はもう無駄をしない、もう効率重視かもしれません。5つ目、お風呂大好きな県ですね。もう日本に住んで、韓国人が日本の生活を見ると、もう確実に驚きます。湯船そんなに入るのってことですね。もう日本では夜になって湯船入って、一日の終わりにもう肩までお湯に進んでもう気持ちよくなりますよね。ちゃんとした湯船に入れるという家は、少し高い家かもってなったりしますよね。だから韓国の風呂っていうのはシャワーだけして体をきれいにしてもうそこで終わりなわけなんです。僕最近妻のおかげでお風呂ということを体感して、もうめちゃくちゃ冬の中で使わせていただいております。で、6個目。コンビニの装備が異常な件ですね。韓国人から見ると、もうほぼ未来施設みたいに感じてしまいます。公共料金払えますよね。住民票関連の手続きできますよね。宅配便送れますよね。コピー、ファックス、チケット購入できますよね。もう24時間でやってますよね。もう完全に生活インフラの中核です。韓国のコンビニも、かなり便利なんですけれども、特に宅急便とかはもう本当に便利で、300円ぐらい遅れた時期もあったぐらい、メインはやはり軽食とか飲み物、食べ物を買う場所なんですね。行政手続きをやるっていうのは、そもそも区役所行ったりとか、オンラインでできちゃうわけですね。だからコンビニでそうやった、副次的な機能を入れ込むっていうところはあんまなくて、本当に必要なことだけ残されているようなイメージです。あと韓国はこのコンビニ競争、日本みたいに激しくなくて、そこまでやんなくてもよかったかもしれないですね。日本だったら、もうセブンとファミマとローソンってもう激戦してるじゃないですか。そういうのは割と少ないかもしれないです。逆に韓国の便利なところは、外で食べれる場所があるってことです。日本で言うとイートインでしょ。コンビニでラーメンとか、チャミスルみたいなの買って、外の椅子と、テーブルみたいなのがあって、そこでゆっくり座りながら、友達と深夜に飲み会したりとか、ラーメン食べれたりとかするんですね。だからもう空間の性格がそもそも違うわけであります。で、最後7個目。ゴミ箱ないのに綺麗な県です。これ混乱しましたね。韓国人だけじゃないと思います。街歩いても、駅を出ても、コンビニの前であるかないかぐらいでゴミ箱ないですよね。なのに不思議と道路は綺麗なわけであって、紙コップも食べ残しも落ちていないんですね。もちろん新宿、渋谷とかは汚いってことは分かってますよ。これは平均的な話をしています。大前提はみんなゴミは持ち帰るっていうのが暗黙のルールになってますね。一方、韓国は、ゴミ箱は比較的に多いです。店の山前とか、屋台の横とか、通り沿いとか。で、路上掃除も結構多くて、食べ歩き文化もあるから、出たゴミは、後でどこかで捨てられるでしょみたいな感覚があります。これ面白くてですね、世界の普通で見れば、韓国的な考え方なんじゃないかなって思っております。そのゴミは、外のどこかにゴミ箱があるみたい。日本がむしろ不思議な方であって、このゴミ箱がないのに街が綺麗になるってことがあるというふうに思います。韓国も最近街綺麗になってますけどね。あと、個人的にはやはりゴミ箱もうちょっと欲しいわけではあります。はい。ってことで、どう思いましたか？僕はこういう小さな日常の文化差を見ていくのが、たまらなく面白いと思っています。最初は例えばゴミ箱きついなとか意味わかんないと思うこともあったんですけれども、慣れていくと、これが当たり前かって、なってしまい、楽になって便利になる、居心地よくなるっていうのが、日本に住んでいると、いくつかの場面で感じています。これが海外で生活する一番の面白さだと思います。逆にですね、もう日本に住んでいると、韓国入った時に、不便と感じたりとか、韓国で1週間行ってまた日本に来ると、韓国でのあれを望めちゃうっていう、本当にね、人間ってずるいもので、良いことだけ求めちゃうんですけども、そういった感情も持てるってことも、海外生活の面白さかもしれないです。日本の日常のあるある、あなたは何を思い浮かべましたか？ぜひコメントで教えてください。パクンでした。よかったら他の動画も見てね。アニョン